ダダーン N 子だよ。地上最強の男見たいか。私もだよみんな。それじゃあ選手入場ということで、今回はバキを特集します。正直バキは国民的作品なのでみんな履修済みだと思いますけど、まだ知らないよという人のために簡単にご紹介できたらと思います。実は私も入社してから見たんですけどね。それじゃあ早速紹介していきます。原作は1991年より週刊少年チャンピオンにて連載されている板垣圭介先生による日本の格闘漫画。連載スタート時はグラップラーバキの名前で始まり、その後は続編としてバキ、ハンマバキ、バキ道と続いています。この作品では様々な格闘技の試合や場所やルールを選ばない死闘が描かれており、本作のテーマである地上最強は誰か、地上最強とは何かを体現する漫画となっています。そんなバキがネットフリックスで2018年アニメ化。監督はマジックナイトレイヤース、マジックカイトなどを手掛けた平野俊樹さん。アニメ制作にはルパン三世シリーズなど数々の名作を手掛けてきたトムスエンターテインメントさんと制作陣も超豪華。これはまだアニメ見てない人も見るしかない。ということで今回はバキの世界観やキャラクターの紹介、そしてバキのポーズを題材にしたクイズなどもできたらなと思います。それでは始め。まずはバキのキャラクターや世界観を紹介していきます。主人公はあまたの死闘をくぐり抜け弱い18になったばかりの地下闘技場チャンピオンであるハンマバキ。地上最強の父親を超えるべく激闘の日々を続けています。地下闘技場というのが世界中の格闘家が集まって秘密裏に戦う大会が行われる場所のことで、主人公であるハンマバキは17歳の高校生の時にそこでチャンピオンになっています。つまりめちゃくちゃ強い。そして地上最強である父親を超えるべく戦っているんですけど、その父親がこちら、ハンマ裕次郎。地上最強の生物の異名を持つバキの父。素手のみで軍隊を殲滅するほどの戦闘力を誇り、世界中の格闘家、政治家、軍隊から恐れられています。説明文から溢れ出る圧倒的強さ、そしてビジュアルも強い。あまりにも強すぎるため、裕次郎の行動は24時間365日、偵察衛星によって監視されています。ちなみに某国の大統領がハンマ裕次郎に宣誓するシーンも必見なので、気になった人は調べてみてください。ここからはバキと共に地下闘技場で戦った選手たちを簡単にご紹介します。まずはこちら、オロチドッポ。実践空手新進会の創始者で、武神や人食いオロチの異名を持っています。かつてはシベリアトラを素手でほふったことがあるそうです。キャラクターが濃い。もしかしたらバキを知らない人でもネットで見たことがあるかもしれないですね。本当にすごいので注目してみてください。そして次はこちら、渋川豪輝。小柄で老齢ながら武の体現の名に恥じない渋川流合気柔術の達人。合気を実践レベルまで高めたとして生きる伝説とも呼ばれています。生きる伝説的ビジュアル。普段はひょうひょうとしている人物なんですが、戦いでエキサイトすると好戦的な性格になります。アニメで柳流行にお湯を渡すシーンも必見です。さらに次はこちら、烈海王。中国武術界における高位の称号海王を名に持つ剣友。4000年を誇る中国拳法の歴史において
ナンバーワンと言われる天才、中国4000年、主人公であるバキともよく絡みがある人物で、バキが大変な状況になった時に助けてくれる人物でもあります。ドイルを担いで川を渡るシーンは涙なしでは見れません。そして最後はこちら、花山薫、15歳にして花山組2代目を襲名した日本一の喧嘩師、常人離れの握力を誇り、捨て頃をモットーとしています。すべてが熱い、力が本当に強くて、小銭を折り曲げたりもできちゃう体の持ち主です。でも年相応なところもあり、食堂でオムライスを注文したり、メロンソーダを飲んだりと、風格とはギャップがある人物でもあります。という感じで、非常に簡単にですが、バキのキャラクターたちを紹介しました。ここで紹介したキャラクターたちを中心に、シンクロニシティで脱獄した5名の死刑囚と戦う最強死刑囚編と、中国武術界最強の海王を決める大会での物語である中国大来大祭編がアニメでは描かれているので、気になった人はチェックしてみてください。突然ですが、ここからは私がバキを見て気になったポーズをクイズとして出題するので、どのキャラクターのポーズなのか皆さん答えてください。どのくらい正解できたかコメント欄で教えてくださいね。最初はこのポーズです。どうですか？わかりましたか？しっかりと肘を上げて、拳が頭の上に振るように。で、あとちょっと前かがみ。ちょっと下を向く。これただじっとしてるだけでも、すごい筋トレになると思います。はい。わかりましたか？正解は、花山薫です。もし、このポーズの花山薫に出会ってしまったら、急いでコンビニに行って、オムライスを買ってきて、そっと目の前に置いて、ゆっくりと後ずさんでください。続いては、こちらのポーズです。ポーズのポイントは、ちょっと内股になって、左足ですね。をちょっと前に出して、拳はこういう肩の横。ちょっと脇を締める。わかりましたかな？これで多くの人がわかったのかな？はい。わかりましたか？正解は、オロチドッポです。いやー、この一見ちょっと内股で可愛らしいポーズなんですけど、これが結構強いんですよ。ドッポさんなら、どんなポーズでも強そうに見えるんですね。このポーズで戦うと、どんな不安定な場所でもバランスよく戦えるらしいです。確かに、重心が前後、左右あんまりブレずに、自分のこの体の芯がしっかりと床に刺さってる感じがします。続いては、こちらのポーズです。みんなわかるかな？結構開きます。こう、足を、ちょっと曲げる。結構開いて、こういうガニ股な感じの構えですね。腕が若干曲がってます。右腕が。こんなにね、なんか大きく股を開いているっていうことは、もう相当強いキャラクターなんじゃないかな。わかりましたか？正解は、ハンマー裕次郎です。自分を超大きくする、大きく見えるポーズ。まさにハンマー裕次郎のポーズです。わかったかな？みんなどのハンマー裕次郎のポーズが好きですか？じゃあ最後はちょっと難しいポーズでクイズです。足はそんなに開かず、こういう感じですね。ちょっとポーズっていうより、ちょっと手首がこうやって特徴的です。この動き、
どっかの国の何かに見えますよね。はい、これがヒントです。はい、誰でしょう。わかりましたか？正解は各海王です。攻めのシャオリー。いや、このゆらゆら動いている感じがそのシャオリー。かっこいいおじいさんの技でした。これも結構やっぱり筋トレになりますね。なので女性もぜひ試してみてください。以上、バキラチクイズでした。ぜひ友達同士でも遊んでみてください。バキの紹介はどうでしたか？バキを知ってた人には面白さを再認識してもらい、知らなかった人には興味を持ってもらえたら嬉しいなと思います。バキはネットフリックスで配信中なので、バキを見たらコメントやハッシュタグで語り合いましょう。皆さんの好きなキャラクター、好きなシーンを知りたいです。ではまた次の動画で会いましょう。またねー。